こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は障害者の法定雇用率についてもっと詳しく見ていきたいと思います。2024年令和6年4月から障害者の法定雇用率が引き上げになっていることはご存知だと思います。では、この障害者の法定雇用率、守れなかった場合どうなるんだろうかといったところですね。もしくは、この法定雇用率を上回っている場合、何かメリットがあるのか、そういったところについて見ていきたいと思います。障害者雇用給付金、もしくは障害者雇用調整金制度というのがあります。こちらを詳しく解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは障害者の法定雇用率について詳しく見ていきたいと思います。2024年令和6年4月から一定規模の会社に対しては、障害者の法定雇用率というのが引き上げになっております。また、今後、この法定雇用率の引き上げというのも予定されておりますので、今後どんどん障害者の雇用というのが増えてくるのは明らかといった状況になっております。まずはこの障害者の法定雇用率について見た上で、この法定雇用率に関係する制度として、障害者雇用納付金制度、そして障害者雇用調整金制度というのがあります。こちらを見ていきたいと思います。そして最近はですね、人手不足という状況になりますので、性別、年齢かかわらず、あらゆる方が働けるような状況で、働き方の、労働環境が整備をされている状況ではあります。やはりですね、障害者も同じように多様な働き方ができる労働環境の整備というのがどんどん進んできている状況、そして人手不足という状況になりますので、障害者雇用で自社で活躍をしてもらおうといった会社も増えてきている中でですね、障害者雇用に役立つ助成金についてご紹介をした上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、障害者雇用率制度について解説をしていきたいと思います。障害者雇用率制度というのは、障害者の方が自己の能力を最大限に発揮をして、その適性に応じて働くことができる社会を目指すために、事業主に対して従業員の一定割合以上の障害者の雇用を義務付けている制度という形になります。そして、この会社に対して義務付けをしている障害者の雇用率については、事業主区分が3つに分かれていて、それぞれの区分で法定雇用率というのは決まっています。事業主区分としては、民間企業、そして国・地方公共団体等、そして都道府県等の教育委員会という形で3区分に分かれております。そして民間企業においてですけれど、法定雇用率は2024年令和6年4月から以前は 2.3% でしたけれど、引き上げられて 2.5% という形になっております。また同様に国地方公共団体も以前は 2.5% だったのが 2.8% に引き上げ、都道府県等の教育委員会も以前は 2.5% だったのが 2.7% に引き上げという形になっております。民間企業の 2.5% ですね、こちら事業の規模でいきますと、従業員数 43.5 人以上の会社は1名以上雇用しなければいけないという形になります。そしてですね、まだまだ今後、障害者の雇用率というのは引き上げを予定をされている状況で、2026年、令和8年4月からは民間企業においては、現状の 2.5% が 2.7% に引き上げという形になりますので、今後、ますます障害者雇用というのを積極的に行っていかなければいけないという状況になっています。そしてこの障害者雇用率 2.5% もしくは今後 2.7% になっていくわけですけれど、このパーセンテージを満たせない場合、そしてこれを大幅にオーバーしている場合、どういったメリットもしくはペナルティがあるのかといったところですけれど、まずはですね、障害者雇用納付金制度というのがあります。
こちらはですね、いわゆる障害者雇用というのは、作業施設だとか作業設備の改善をしなければいけなかったり、職場環境を整備しなければいけなかったりと、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うという考え方のもとでですね、事業主の経済的な負担を軽減をして、事業主間の負担の公平を図るという目的の制度になっております。そしてですね、障害者雇用率未達成の会社すべてではないんですけれど、常時雇用労働者が100人を超える会社で、なおかつ法定雇用率未達成の会社の場合は、障害者雇用納付金が徴収をされるという仕組みになっております。この障害者雇用納付金の徴収ですけれど、1人当たり月額5万円という形になっております。そしてこちらはですね、納付は独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構の方に納付をするという形になっております。したがってですね、障害者雇用に関しましては毎年度申告が必要で、こちらは法定雇用率を達成をしていてもしていなくても申告が必要という形になっておりまして、その上で法定雇用率を満たしていない100人超の会社に関しては障害者雇用納付金が徴収をされるという形になっております。一方ですね、障害者雇用調整金というのもあります。こちらはですね、常時雇用している労働者100人を超える事業主で、なおかつ障害者の法定雇用率を超えて障害者を雇用をしている場合については、1人につき月額2万9000円が支給をされるということになっております。また一方ですね、100人を超えていない事業主で、一定の割合で障害者を雇用している場合についてはですね、1人につき2万1000円を支給するという形になっておりますので、障害者雇用、法定雇用率を満たしていない場合、100人を超える会社にペナルティがありますけれど、障害者の法定雇用率を満たしている場合に関しては、100人を超えていても超えていなくても、調整金もしくは報奨金がもらえるという制度が設けられているという状況になっております。ただですね、100人以下の場合は、各月の労働者の 4% を年間で合計をした場合、もしくは72人、いずれか多い方を取って、現状の障害者雇用人数と比べてオーバーしている分に関して報奨金が支給をされるという形になっております。そしてですね、障害者雇用に関する助成金制度というのも数多く準備がされております。やはりですね、障害者雇用に関しましては、いろんな準備だとか体制整備といったところがありますので、国としては助成金制度を設けているという状況で、やはり代表的なのはこの2つの助成金だと思います。特定求職者雇用開発助成金と言われるものと、トライアル雇用助成金、こちらがですね、障害者雇用にやはり一番、活用できる助成金ではないでしょうか。特定求職者雇用開発助成金につきましてはですね、ハローワーク等の紹介によって障害者を継続して雇用する場合に国から助成がされるという状況になっている。また、トライアル雇用助成金については、障害者を試行的に雇い入れた場合に助成されるといったものになっております。そしてですね、その他、障害者雇用をした後にですね、その障害者の能力開発をした場合には、人材開発支援助成金というのを使える可能性もあります。またですね、職場定着の措置をした場合には、キャリアアップ助成金においてですね、障害者コースというのがありますので、そちらを活用することもできるといった状況になっております。そして、さらにですね、特例給付金制度というのがあります。こちらは事業所の規模要件はないんですけれど、2020年、令和2年の4月に創設された制度になりまして、特に短い時間であれば働くことができる障害者を雇用する事業主に対して支援するもので、特例給付金制度というのがあります。なので、ごく短い時間で障害者を雇用しようという場合はですね、この給付金制度というのを活用してみてもいいかもしれません。
また、今回はですね、100人を超える場合の法定雇用率未達成、100人を超えていようがいまいが法定雇用率を超えた場合の、報奨金制度等のご紹介をしましたけれど、ここに該当しない場合は、何かしら、ペナルティがあるのかといいますと、法定雇用率そのものを満たせなかった場合は、行政指導の対象になります。雇用義務を履行しない企業はですね、行政指導が実施をされて、場合によっては企業名が公表されるという形になっております。ちなみに令和5年度においては5社、社名が公表されております。そのうち2社もしくは3社はですね、再公表という形で再度公表されているという形になっております。今現状ですね、さまざまな人が働くようになって、多様な人材が働く環境というのが徐々に作られてきているという状況になっておりますので、障害者も含めてより一層働きやすい職場づくりというのを進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。